よし、元気に勢いよく回ってくれています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はレシプロエンジンを作ってみようと思います。ロケットエンジンを使ってそれっぽく動かしてみたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まず今回利用するのはこんな感じで、ロケットエンジンの風車に持ったままのバッテリーをかざすと激しく上下に動いてくれるこの動きです。手で持たなくても同じような動きができるように、こうやってベアリングを組み合わせたものをセットして電気を流しながら上に動かすと、よし、勝手に上下に動いてくれています。この動きで下に配置した軸を回転できるように、さらにベアリングを組み合わせてレシプロエンジンっぽくしていきましょう。こうやって下に少し長くして上下の動きで回せるベアリングをセットしたら、電気を流してみると、動いてはいますが回転していませんね。勢いをつけて回転させるための弾み車、フライホイールの仕組みを工夫していきましょう。小さいとうまく回らなかったので大きめにしてみると、よし、勢いをつけて回転してくれています。一回転する間に一回点火しているので、ツーストロークエンジンっぽい構造になりました。試しに手で持ってみるとちゃんと回っていますが、地面に接触させるとすぐ止まってしまいました。せっかくなのでもっと勢いよく回すために同じ仕組みをもう一つ複製して組み合わせることで二気筒エンジンに改造していきましょう。こうすることで1回転に2回ロケットエンジンに点火するので、もっと早く安定して回ってくれるはずです。早速バッテリーをつけて軸を回してみると、うまく回っていませんね。点火タイミングの調整が必要みたいです。ついでにもう少しパワーが出るように上下で動く距離、ストロークも長くしておきました。でもそのせいでロケットエンジンにベアリングが近づかず点火できないので、ベアリングに連動した点火用のパーツを追加しましょう。これでちゃんと点火できるはずです。この状態で動かしてみると、点火はしていますがタイミングが悪くてうまく動いてくれません。そこでベアリングがエンジンに近い位置で点火するように点火パーツを交差させて取り付け直しました。これならどうでしょうか。試してみると、よし、元気に勢いよく回ってくれています。そのまま止まることなく回り続けて燃料がなくなりました。そこでもっと大きな燃料をつけて再始動しましたが、変わりなく回ってくれています。これでレシプロエンジンは完成と思いましたが、そう甘くはなかったです。データをロードしてもう一度エンジンを始動すると回り方がギクシャクして不自然になってしまいました。どうやらベアリングの調子によってうまくいったりいかなかったりするランダム性があるみたいです。うまく回ってくれた時に回転数を測ってみるとかなり乱れてよくわかりませんが、一瞬 400rpm を超えているのを確認できました。それからもなんとか安定して回るように点火タイミングが
フライホイールの重さなど、いろいろと調整を加えていきましたが、どうしても、ペアリングの起源というランダム性があるので、確実に動かすことはできませんでした。それでも、かなりの確率で、ちゃんとエンジンを始動できるようになったので、動きを見てみましょう。うまくロケットエンジンのパワーを回転に変換できています。でも、軸は震えていますし、回転数が不安定なのは変わりませんね。地面との固定を解除しても、回すことはできますが、重すぎて持ち上げることができません。ここで、タイヤをつけることで、エンジンのパワーで、地面を走れるようにしましょう。後ろにベアリングのタイヤもつけて、倒れないようにしています。こちらを地面に置いて、押して動かしてみると、うまく動かず、倒れてしまいました。倒れないように、燃料の角度を横にして、バランスを良くした後、もう一度動かしてみると、エンジンは動いていますが、軸の回転が遅すぎて、うまく回ってくれませんね。それでも、いい感じの速さで押すことで、ゆっくりエンジンを動かして、前に進むことができました。でもこれだと、動きが遅すぎて、エンジンっぽさがないので、エンジンの軸に小さな歯車をつけて、歯車状のタイヤに接触させることで、地面を走らせたとき、エンジンの回転数を上げられるようにしました。この状態で、もう一度地面を走らせてみると、さっきより速い速度で、エンジンが回ってくれています。でも、途中で止まってしまいますね。大きな燃料をつけると、ちょうどベアリングの機嫌が良くなったのか、止まることなく、前に進んでくれています。よく見てみると、片方のロケットエンジンは、点火していませんでした。でもそのおかげで、かなり長い間、進み続けることができます。それからも何度か試していると、ベアリングの機嫌が良くないときは、小さな歯車が空回りしてしまうことが、よくありました。そこで、歯車の噛み合わせを良くするために、エンジンにつながった小さな歯車に、2つのベアリングをつなげて、安定させてみました。これなら今までより、うまく進みそうです。こちらを動かしてみると、よし、ちゃんと進んでくれました。でも、すぐに止まってしまいます。それでも、また少し押せば、再始動してくれるので、よしとしましょう。これでレシプロエンジンは完成ですね。ちなみに、私がぶら下がって、前に移動しようとすることで、空中から地面を蹴って移動することができます。そのおかげで、エンジンを回したまま進むことができました。でも歩くより、ずっと遅いですね。そして、旋回性能の方は、速度が遅いおかげで、かなり自由に旋回することができました。エンジンが止まることもありますが、そのまま移動し続ければ、また動いてくれます。私の視点にして、速度を測ってみると、エンジンを始動している間の最高速度は、秒速 1.1 メートルほどと、かなり遅いですが、燃料を使い切ると、わずかに速度が落ちたので、多少はエンジンのおかげで、速度が上がっているみたいでした。それでは最後は、
82.4kg の燃料を取り付けて、なるだけ長距離、レシプロエンジンを走らせてみましょう。しかし、この燃料の重さでは、まともに進んでくれなかったので、後ろにドローンをつけることで、推進力の補助にしましょう。エンジンも止まらないはずです。でも、少し進むと、エンジンが止まってしまいました。手で回して、再始動しましょう。そのまま、何度も手動で再始動しながら、大したことのない距離を走って、燃料がなくなりました。ここで終了ですね。それでは、たくさんエンジンを調整して、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、レシプロエンジンさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、バイバーイ。